でうちは小麦と大豆を作ってるんですよ。2品種を作っていて、まあその小麦と大豆と、まあ、こっち違う休ませるっていうのと3つをぐるぐる回す。そう3つをぐるぐる回すんで、北穂波の観光のやり方ね、多数派のやり方が、まあ、例えば10キロ600キロ単あたり600キロ取れますってなったら、オーガニックは7割って言われてるんですよね。7割ぐらいの収穫量になるって言われてるんですよ。ってなると 4.2 トン 4.2 キロになるんですけど、それが自然栽培になるとさらに半分ぐらいになっちゃうんですよね。全く肥料を入れないっていうのはそれぐらい収穫量が減るんですけども、でこういうスペルトはそういう北穂波と比べるとさらに3分の1って言われてるんですよね。そんなに少なくなる。そうそれはもう竹の大きさとかそういう品種改良によって収穫量が大きくなったっていう背景があって、こういうなんていうの原種っていうんですか、小麦の原種ってすごく収穫量が少ないんですよ。まあ9割もう以上作っている、まあほとんどの生産者がこれ使ってる、それぐらい品種改良の今の一番新しいものであって、やっぱ北海道の気候風土に合っているし、何より収穫期の雨に耐性があるんですよ。日本って雨多いじゃないですか。で収穫期って7月20日ぐらいからもう1週間ぐらいで終わらせるっていう感じなんですけども、その期間にね、まあ、2日3日って雨が続く。例えば洗濯物の乾かないような雨、梅雨のような雨になる時もあるんですよ。日本人ならみんな分かると思うんだけど、そういう天候って別に珍しくないじゃないですか。そういうのが来た時に、まあ、3日続くとこの小麦って種ができたら種に休眠期間がないんですよね。雑草まあ野菜とかで普通の種は休眠期間っていうのがあって、冬熟してもすぐ発芽しないんですよ。1週間か10日ぐらいは。でその間に土に落ちて、でそこから乾いて土に落ちて発芽するっていうのが、まあ、自然界で生きてきたものね、植物の知恵だと思うんですけど、小麦はないんですよそれがね。でも冬熟っていうのは青から緑から茶色になってくるじゃないですか。で茶色になったらもう間髪入れず、もう雨っていうものをもらうと発芽しちゃうんですよね。発芽っていうのは根がひょろって出るわけじゃなく、まあ、出るのは出るんだけど、その前にもう発芽体制に入るっていうんですかね。酵素が動き出して発芽ぷくって麦芽が出るっていう時点でもう発芽ってみなされるんですけども、そうするとくず小麦っていう風な扱いになってしまって、買取価格がもうほとんどただ増税になってしまうんですよね。まあ、そういう場合は保険金で補填されていく。もうほとんど1年の仕事はもうなんていうんだろうね、まあ、無駄みたいな感じになってしまって、まあ、保険金で9割出るんだから別に金銭的にはねそこまでダメージはないんですけど、普通の場合はね、うちはすごいダメージですけどね。なんだけどやっぱなんか嫌じゃないですか。1年間頑張ってやってきたものがいくらお金補填されるって言ったってこっちはクズですよみたいな感じなので嫌じゃないですか。そういった意味で北穂波ってその穂発芽耐性がすごく強いんですよね。3日ぐらいの雨なら耐えちゃうんですよね。北の香りはもう3日もやったらもう完全にダメなんですよね。完全にダメなんですよ。でもその1日とかもう24時間48時間の耐性がすごく大きくて、いざという時のねという意味でもう北穂波がもう本当に不動の作りやすさだったりするんですよ。ということでうちも痛い目に遭ってるんです。北の香りで穂発芽したとか、そういう北の香りで穂発芽を経験を受けてさっきのブルーベリーポピュラーションっていうのが登場したりしてるんですけども、まあ、うちは除草剤っていうものを使わないんでどうしても雑草っていうものが生えてくるんですよ。ただ雑草もなんかいろんな種類があって一つ一つ名前があるんですよね。例えば赤、でそういうものには小麦より大きく収穫時期に小麦より大きくなってしまったり、小麦の収穫時期にコンバインっていうのは水分が嫌なんで、脱穀機はね青々した雑草がここにあったらすごくなんていう仕事の障害になるんですけども、その障害にならないような雑草であったら別にいいかなっていう考えをうちはするんですよね。そういうのは抜いてるんですか？まあ遠く見たら分かるか分かんないけど、蝦夷のギシギシっていうねすごい境界層があって、それはこの間30度の中にねこれ歩き回って撮ったんですけど、だから今ないですよね、ほぼね。一人で歩いて撮るんだけど、いや例えば20年前とかね、そのオーガニックに転換した頃はその蝦夷のギシギシも多かったんですよ。そうなるとね30度の日にねもう1週間とかもう本当にもう
半泣きになるぐらいで命がけで取るんですよね。なんだけどそれを20年も繰り返していると、その種をつけさせないっていう風にするとだんだん減ってくるんですよね。子孫を残さないようにしてると。でも20年ぐらい経つと、こうだったら例えば半日もあれば一回り終わりますぐらいに楽になりましたんで、そういう風になんて言うんだろう、増える前に取っていくっていうことで対処してます。これもハヤルザキヤマガラシっていう雑草なんですけども、これもね取ってたんです全部。でもこれ同じぐらいの背丈じゃないですか、それって。そう全部取ってたんだけど、なんかちょっと不安なところがあって、これも松代性能っていう雑草なんですけど、これも全部取ってたんですよ。取ってたんだけど、なんかこうさっき言った収穫の時にこんな緑々しい感じでもないんですよ。で種が猛烈に増えたからといって小麦を圧倒するような感じでなければ、いいのかなっていうことです。ただどうしてもなんかさっき言ったエゾノギシギシみたいなものはそこの畑にあれ見えてるのがエゾノギシギシってやつなんですよ。これはエゾノギシギシが増えすぎたために緑肥っていうのも作れないで2週間に1回耕してるんですよ。エゾノギシギシが増やさないためにね。そうです。もう3回4回耕してもまだこうやっているぐらいでエゾノギシギシって強くて、コバルザスは全部ね1回2回でも大体全部枯れてしまうんですけど、エゾノギシギシは種草だけやってずっと残っていて、でもう耕したのにさらに花をつけようとしてるじゃないですか。で種がついたら100倍200倍1000倍1万倍に増えてしまうんで、どうしてもそういう増えちゃいけないやつだけはなんか頑張って気合でなくすようにしてますね。パンの種継ぎと一緒でしょうね。変なこれだけは増えちゃダメだっていうのはどうしてもいちゃダメだねっていうことですね。あと何も投入しない、要するに持ち出しはする、収穫っていうことでこれで何十トンも持ち出しはするけど肥料としては何もお返ししないっていうやり方が永続的かどうかっていう話なんですけど、それはね1年こうやってお休みにするんですよね。これは緑肥って言って、普通は買ってきた種をまいて、で60日ぐらい生育をさせて、で種をつける前に土にこうすき込む、そのことによって地力が向上するっていうのが緑肥っていうカバークロップっていうものなんですけど、これは45日生育した後の雑草カバークロップとして利用したんですね。雑草買ってきた種をまくっていうのも一つのコストですから、それを省くためにその種を買ってきてまくっていうコストを省いて、で雑草をその代わり使って、で雑草が緑々しく茂ったところで種をつける前にすき込んで、でまた小麦をまくっていう今試験をしてるんですけども。それからもう緑肥はあれですか、自生の緑肥なんですか？自生の緑肥なんですよね。へー。とにかく燃料代が上がったり、別に肥料とか使わないんですけど、機械代とかの修理代とか、もうとにかく燃料代もそういうものが高騰している中で、農産物の値段だけがなぜか据え置きなんですよ、いつもとても。据え置きなんで、そういう部分を何とかしようと思っても、やっぱり主食のある小麦とかね、大豆って急に値上げってなかなか難しい様子を見てるとね。なのでじゃあどうしようかってなった時にコスト削減するっていう発想にたどり着いて、一生懸命ね土作りに一生懸命コストをかけてっていうのがもう返ってこないってことでやる気をなくしたんで雑草にしました。やったんだけど今思うのは結局それが一番なんならいいやり方だったっていうね。雑草っていうものがまだ利用価値を見つけられてないものが雑草というふうに呼ばれているって名言があるんですけども、なんか利用価値がすごくあるなって今思っていますね。その土を良くするっていう意味ではとんてつもない能力を持ってますね。買ってきた緑肥の種子よりもそういうのをすき込んでこういうふうに小麦を作る、してまた大豆を作るっていうので、やだ10年からぐらい、試験的なものを入れれば15年ぐらいやってますけど、それで収穫量がこう安定してるんですよね。なので永続的って判断していいかなと思ってるんですよね。何もないところから手探りやっていくっていうのはすごくこういうオーガニックとかっていうことをやってたら多いです。技術体系がないんで、失われているんで。そうなんですね。でもさっきの話で僕埼玉県のオーガニックで小麦農家の人に聞いたら、そのオーガニックでやるのって難しいですかって聞いたら、いや昔はみんなそうやってたから全然難しくないよっていうのを言ってたんですけど、昔は技術ありましたからね。オーガニックの技術がもちろんだってそれしかないんだもん。農薬がないんだもん。そこが耐えちゃったっていうことなんですね。耐えるでしょうね。
はい化学合成された農薬とか化学合成された肥料っていう化学農法ですよね、化学農法がもう100年もやってるうちにもうその前のことを覚えてる人なんて誰もいないんで、パソコンもないしね、USB に保存もされてないんで100年前なんかなのでもうしっかり失われている。でまた無駄ですよね無駄でさらにまたやり直してんだから。でもこの後はね動画に残るなり、データに残ったりパソコンに残ったりするんで、そういうなんか無駄な何回もね100年スパンの無駄なやり直しっていうのはしなくていいのかなとは思いますけど、でスペルト小麦の説明をしますね、はい、スペルト小麦っていうのは一般的に日本では、9000年前から品種開発されていない古代小麦っていうふうに言われてるんですけども、ただ9000年前の種をねそのまま冷凍保存してね今植えてるわけではないんで、こう毎年ついでるんでね、人間は育種してないかもしれないけどどうしてもねだんだんね個性が豊かになってくるんですよね。というわけで古代小麦っていう感覚ではないなっていうふうにっていうよりもスペルトってねなんか直訳すると殻っていう意味らしくて、殻付き小麦っていうのが正確な表現らしいですね。たまたまこう現代小麦いましたけど、例えば現代小麦こうやってあるじゃないですか、ふって風で飛ばすともう粒の状態が、薄皮ついてるけどこの薄皮もなくなるんですよね。もういきなりもう一周して引けま状態になるのが殻なし小麦ですね。でじゃあこっちのスペルトはどうかっていうと、1個失礼して飛ぶと脱穀するじゃないですか。カッカッカッカって脱穀してもでもご自身でやってみたら分かると思うんですけど、とにかく硬くてこれ以上ほぐれないんですよ。でこれをこうやっていくとようやく中の粒が取り出せるぐらい殻が硬いんですよ。なので、殻付き小麦スペルト。1代目から説明しますか。もともと小麦の歴史っていう話をすると雑草だったらしいんですよ。イネ科って言ってこういう葉っぱですね。こういう葉っぱのこういうもの、これイネ科ですよね。こういうね、これもイネ科雑草ですよ。あと猫じゃらしとかちっちゃい時遊んだことあると思うんですけど、こういうものが雑草としてイネ科としてありましたと。ただこれ集めて食べるんじゃなかなか食べづらいですよね。ここはなんか荒廃したのかよくわからないけど、古代の人たちが頑張って結果このアインコーンっていうのが初代なんですね。グルテン出ないからパン言うかどうかわからないですけど、これがアインコーンっていうもので、アインっていうのは1っていう意味、コーンっていうのは小麦っていう意味、一粒小麦。じゃあなんです一粒小麦とは何かっていうと、さっきの現代小麦にまた戻るんですけど、普通小麦ってこうなっていて、でこうやってだんだんってなってるじゃないですか。これが1段目2段目3段目4段目5段目6段目7段目8段目9段目10段目って数えるじゃないですか。これをほぐしてみるとこう取るじゃないですか。でここに何粒入ってるかっていうことになるんですよね。これは最高入ると6粒ぐらい入るんですよね。でこのアインコーンっていうのは、アインコーンもこれちっちゃいんだけど同じような構造になっていて、1段目2段目3段目4段目ってあるんですよ、両方にね。でこの1段目に1個ずつしか入んないんですよ。なのですごく生産性が低い、一粒小麦っていう言葉のゆえんだと思います。でこれが1段目ね。であまりグルテンがないんでパンとしては型入れないと膨らまないような感じなんですけど、でこれが2代目のエンマ小麦なんですよ。これ2粒小麦って言われてるんですよね。これもだんだんってなってるんだけど、この1つこれに最大2つずつ入る。これ野毛がついているのが1粒ですから、野毛がついて1粒、野毛がついて1粒ですから2粒ずつ入る。これがデュラム小麦の祖って言われてますよね。これはグルテン出てそれなりに美味しいんだけど、生産性は高いけどもさっきの現代小麦に比べると低いと。次がスペルト小麦になったんですね。このスペルトになってくると、これ取ってばらすとこの底に粒に4粒以上入るということで、さらに生産性が倍になる。1代目2代目で今これって自然でこう荒廃していくことって分かんないですよね。9000年前にありましたからもうね。だからその9000年前の人がどうやって作り出したかっていうのは分からないですよね。これが全部実ってことですよ。いやもうばらしてみたら分かります。これじゃバレるんですよ。大変じゃないですか。だから古代人大変な思いしてるんですよ。しかもさっきの北穂波見たら分かると思うけど、穂だらけだったじゃないですか。もうこれ別に穂だらけじゃないですよね。これが育種の力で、育種して茎を短くして農林転っていう英語で有名ですけどね、そのことによってこの殻なし小麦ももともとは背丈が高かったんですよ。
それ育種によってちっちゃくすることによってもう穂だらけになるような感じ、茎の栄養が見に行くってことで、それで劇的に小麦の収穫量が3倍になって、そこから緑の革命っていう化成肥料ねの発明も相まって世界人口が爆発に転じるんですよね。っていうことでこういう生産性の低い小麦、もうさらに低いでしょっていうのはもうつい20年ぐらいまでは家畜のなんか飼料みたいなね、この実よりもこの茎がもう敷きわらとして使えるみたいな感じだったんだけど、そのグルテンがどうのこうのって始まったところから、これはそういうものがちょっと違う、グルテンの質が違うってことで脚光を浴びて世界的にブームになって、そのブームは終わらず今でも続いてる世界ですよ。で日本はやっぱ遅れて10年ぐらい遅れてブームが来て、でそのブームっていうよりもう定着して、で今でもうちの売り上げ見てたら分かるけども使うパン屋さんが増えてるっていう状況です。でスペルトもやっぱりね9000年も経ったらいろんな品種に分かれてくるんですよ。これちょっと緑っぽいじゃないですか、これ青いですよね、野毛のあるスペルトとかもあるんですよ。でいろんなスペルトにこう分かれていって、フランケンコーンとかね、コーンバーガーとかいろんなもう何十種類何百種類か知らないけど増えていって、そういう今お金になるっていうのが分かってから全部品種登録されちゃったらしくて、田舎のヨーロッパの片田舎でやってるやつまでもう全部もう名前ついてるやつも全部品種登録されちゃったらしいんですよ。じゃあもう国の戦略であるんですね。はいはい、あこれはないやつ、これはないやつ、それたまたまないやつを入手できて、そういうやつはもう種の権利がないんで、自由に増やせてる。で一部のパン屋さんがなんかこう塩マ100だとなかなかちょっと使いづらかったり癖が強かったりするんだけど、これ混ぜるとなんか使いやすくて、でスペルトよりもちょっと風味高いねってことで好評を得てます。収穫の時はじゃあもう混ざった状態で。そうですそうです、パタッと状態に、50センチぐらいの幅があれば、この辺から買ったりなんとかいけるっていうことですね。品種名のないスペルトのうちの入手先はなんかね、アメリカのテキサス州からのスペルトがこれですね。ものすごい暑いらしいんですよ。で冬もそんな寒くないはずですよね。でそういう灼熱地獄って言ったら失礼ですけど、そういうテキサス州から来たスペルトが北海道で冬越しているっていう、面白いなと思います。でこっちはカナダの研究所が出したっていうねスペルト小麦なんですよね。これはこのテキサス州のスペルトよりはちょっと背丈が低い、背丈が低い分収穫量が多いんですね。でよく言われているオーバーカルマっていう原種に近いスペルトってあるんですよ。うちそっちの畑で昔は作ってほぼ全滅したんですけど、冬越せなくて、これぐらい背丈高いんですよね。やっぱりその時のパンが一番感動しましたね。ただちょっと現実的ではないのかなと思って、冬越せないっていうのは冬で枯れちゃう、冬枯れって言って、9月に巻いて、で北海道の寒い冬を雪も1メートルぐらい積もってマイナス20度になるじゃないですか。その冬を越して春にどんだけ生き残ってるかっていうことで、それをなんか冬枯れっていうんです。冬枯れを抑える農薬ってあるんですよ。で皆さん大体もう11月ぐらいの根雪になる前にもう巻くんです。そしたら見事に冬枯れしないんですよね。本当にすごいな、農薬すごいなと思うんですけど、ただこれオーガニックやっていると、そういう化学合成されたものを使ってオーガニックにならないじゃないですか。付加価値もつかなくなっちゃうんで、付加価値つけるために農薬をまかないってなってくると、そういう冬枯れなるべくしづらい品種だったり、冬枯れの前に土作りをしたり、種をまく日を早めて植物体を大きくしといて体力を大きくするとか工夫が必要になってくるんですよね。工夫してもやっぱりどうしても弱い品種っていうのは弱いんで、例えばこうブラックエマとかすごい弱いんですよね。で今年は混ぜて全滅するだろうと思ったら、冬がたまたまそういう小麦に越冬しやすい冬、雪がない時って本当小麦って喜ぶんですよね。雪があると地温高いんで、雪の下って0度以下にならないから、逆に嫌なんですね、小麦ってきっとね。今年はすごく1月2月まで雪がないような異常気象だったんですけど、それがたまたま小麦には良かったということで、パンの種類って何種類ぐらい作られてるんですか？30から40ぐらいですよね。食事パンが多いですか？食事パンが多めですね。そのうち1個だけでもね、例えばオーガニックにしてみて、リスクそんなにないじゃないですか。1種類ぐらいなのね。やってみたら意外と需要あると思うんですよね。でこれがいろんな小麦を混ぜて巻いてるっていうブレデポピュラションっていうやり方なんですね。これはこれで12年目ぐらいになるんですけども、どれがライ麦かは分かる？ライ麦が一番大きくパッと見て目立ってるのは全部ライ麦です。青っぽい青ですね。
小麦は緑、ライ麦は青に見える。穂は白。これ現代小麦の段、これスペルトの段、これライ麦の段。背丈がもう3段階に分かれてるんですよね。だからすごく分かりやすいんですけど、で皆さんどうやって収穫するのって言うんだけど、やっぱこれぐらい背丈変わるとなかなか難しいんですけども、本当にこの現代小麦のほどギリ下ぐらいを収穫すると、まあギリ全部入るかなぐらいの感覚でやってますね。なんとかなってる。でこの茶色いやつ、はい、小麦の20日ぐらい、小麦っていうのは7月20日ぐらいから収穫するから、大体これぐらいなのが今基本で、これがまああと20日ぐらいかけて到熟していくんだけど、こういうのいるじゃないですか、はい、もうなんか熟しちゃって収穫できてる。これは7年、これを8年ぐらい前に畑にポツンって生えてた見たことない小麦っていうのを今まで、いやずっと小麦見てますからね、なんだけど見たことなかったんですよ。ほんで見たことない小麦を発見して、それを20粒ぐらいから増やしたものなんですよね。それも思い出としてこっちに混ざったって言うんだけど、今も何かわからないんですか？まあ、突然変異してるから、突然変異種って結構種が安定してなくて、毎年毎年なんかまた違う種になっちゃうんですよね。見てて面白いなっていうのが、小麦ってやっぱね、なんか野菜もそうですけど、進化することもあれば退化することもあるんですよね。だからその中からスペルト小麦に退化したやつもいるんですよ。面白いですよね。だから現代小麦っぽい小さいのも現れてくれば、なんかこんな変な早生っていうんですかね、早く到熟するやつも現れれば、まあスペルト小麦にカラーから出てこないやつもいるんですよ。そういうのにどんどん分かれていったっていうのもここに入っていて、それはそれで向こうの畑にね原種はついでるんですけど、いろんな小麦が全部混ざっていて、野毛が生えてたら夢力、まあそれぐらいは分かるんだけど、夢力もいるんですよ。いろんなのが混ざる。これですね。こういう野毛の生えてる竹の短いやつは、これ夢力かイタリアの小麦かどっちかなんですよね。さっき言ったエゾノギシギシっていう雑草が増えたらダメだからって言って、ここもねずっと歩き続けるんですけど、もう思い出が込み上げてきますね。いろんな小麦があるから、そうやっぱり自分だけの思い出じゃなくて、パン屋さんとの思い出もねすごい込み上げてきて、胸が熱くなるような小麦で、なんかしていろんな共生してるじゃないですか。雑草もね、これ今はないけどクリムソンクローバーとか花を混ぜた時もあるんですよ。小麦だけ混ぜてる時もしばらくあったんですけど、面白くなってきて花の種も混ぜたらいいんじゃないかって言って、クリムソンクローバーっていう赤い花がやつですとか、ポピー、麻薬消しのね麻薬成分のないやつね、園芸種のやつポピーを混ぜたりとか、いろんな種を混ぜる、スビレとかねビオラとかっていう混ぜるっていう時期もあって、まあ種代高いんでそんな継続してないけど、それもたまに咲いてたりするんで、そういうのを見るとなんか心がほわっと温かくなる。なんていうの、共生してるっていうか、なんていうんだろう、こういうみんな仲良くしてるっていう雰囲気、草も含めてね、すごくなんかね心が癒されるっていうところがあるんですよ、ここはね。だからここ来たら本当癒されるんですよね。で突然品種の畑は向こうにあるんですけど、そこ行ったらなんか妙にワクワクするんですよね。なんかもうどんどん新種が生まれてくるみたいな、なんかすごいワクワクするっていうことでやってます。ただ交付金がもらえないんで、なかなか辛いなとは思っていて、それを6時間産業して、その途中のね間を減らして直接パン屋さんにして、パン屋さんも直接石臼を引いてもらうっていうことでなんとか実現してはやってるんですけども、12年前自分で販売を始めた頃に石臼持ってるパン屋さんってほとんどいなかったんですよ。さっき言ったビオブロトさんはもう店のコンセプトから石臼持ってましたけど、あとはもうこういう飾り物みたいな2、3万の石臼ちっちゃいやつあるじゃないですか。もう買ったら5万ぐらいするけど、そういうのを持ってるっていうのも本当にいなくて、でそういう状況だったんですけども、今はもう100件近くに増えましたから、なんか逆に申し訳ないなとは思ってますよね。大変じゃないですか、石臼で引くって。粉で買ってある程度襖を取ってもらってやるのがもう絶対合理的は合理的なんで、なんか申し訳ないなって気持ちはありますね。ただみんなこう一丸となってこう成り立ってるっていう小麦っていう意味では、まあもう奇跡みたいですねってはよく言いますけど。これは選別のところですね。去年のスペルト小麦がこんなようになって、虫が湧かないように二重にして入れてるんですよね。
でこれがスペルト小麦。これは2024年の7月末に収穫しましたね。去年はね、収穫時期のすごく天候が良くて、おー普通は8月の頭に収穫するのがスペルトなんですけども、まあ1週間ぐらい進んで収穫できたっていう。品質は良かったんですよね。あ、出来も全体的に良かったですね。はい。へーでこれはまあスペルトなんで硬いもみにそうですよね。包まれてるんですけど、これはもみすり後にこういうふうにちょいで保管して、もみなし小麦に比べるともみをすらなきゃなんないっていうね、一手間余分にかかっちゃいますけど、まあ、ただ面白いことに、そのもみがついてるってことがこのままだとね、結構こう虫が寄ってくるんですよ。殻に入っているスペルトは本当に何年経っても貯留性がいいんですよね。貯蔵性がいいんですよ。そういう利点もあるんですよね。あとないんですよね。大体売り切れていて、あ、もうほぼ売れてるんですね。うちのオリジナルのその祈りの小麦っていうやつはもう売り切れていて、スペルト小麦とエンマー小麦が混ざってるのがあるって言ったじゃないですか。はいあれがこれが2020年のそれですね。これがこう見ると分かるけど、やっぱスペルトのアップとはちょっと違って、粒の形ドアップにしたら分かるんだけど、なんていうの、この透明がかったやつ、ちょっと気持ち緑の色素が入ってるやつがエンマー小麦なんですよ。で黄色く見えるのがスペルト小麦なんですね。割合的には半分半分ぐらいなんだろうけど、これはエンマー小麦を 100% でずっとブラックエンマーなんですけどね、ブラックエンマーを 100% で継いできたんだけど、スペルト小麦がこうコンタミって言ってね、だんだんこう機械の中とか種まき機の中でだんだん混入していくんですよね。っていうことで 100% を保てなくなって、スペルト小麦とエンマ小麦が、なんか混ざった状態になっちゃったの。さっきも見たじゃないですか。いろんなのが混ざってる、何種類もの小麦とかライ麦が混ざってる畑の、これが去年のはちょっとライ麦が多すぎてこんな風になっちゃったんですけども、こういう状態でいろんな品種が混ざってるっていうのがブレデューポピュラション。ちょっと割合がね、もう半分近くライ麦になってしまって、これちょっとこうなるとパン屋さんもなかなか使いづらいっていうことで、この色彩選別機っていうのを使ってライ麦だけこう弾いて、そういうのがですね。そうライ麦の割合を 20% ぐらいにしたものを今は販売してるんですよね。いろんな色がありますね。そうなんですよね。これはライ麦だけを取り除いたものなんで、これはライ麦として需要があるので、ライ麦として販売してるっていう。ちょっと小麦混ざってるけど、もう一度かけるとほぼほぼライ麦 100% に近くなるんで、うちはライ麦99として売ってますけど、でさっきの色彩選別機かけるとこのような状態になるんで、これぐらいのライ麦比率が多分今年の2005ブレディポピュラションの2025はこれぐらいになるだろうと。これ収穫したもみの状態で収穫っていうのはこのようなもんですね。収穫したまんまってことですか？そうですね。コンバインから出てきたもの。一応乾燥機にかけますけど。だいぶさっきと違いますね。そうですね。こうすると防虫性が高いと。これはもう完全にフルガード。銘柄にとってはフルガードなんで、もう全く一切いけつけない。この裸になっている小麦がね、虫の対象になりますけど、こういう殻の部分は全くそういう虫が湧くっていう要素がないんで、これはミッシュなんでいろんなの混ざってますけど、スペルトだったら、これがスペルトだとしたら貯蔵性は2、3年とか5年とか6年とか、虫も湧かずにっていうことですごく優位性がある。出荷する前にそう、この状態でずっと保存しといて、もみすった状態、もみすり機を通すとそれになります。はい、これだったら大体1時間か2時間ぐらいでそれになるんですね。半分になりますけどね。もみの分が体積減るんで。じゃあこっちが足りなくなったら随時こっちからやって。そうです。この状態で保存するっていうのも中川さんのやり方ってことなんですか？いや、多分それ古代人がそうやってやってたと思うんですよね。古代人がやってた。古代人だって空調ないじゃないですか、はい、しかも小麦なんて暖かい地方のものだから置いといたらすぐ虫が出たと思うんですよ。なんだけど、だからその粒を外したりするのは手間だけど、
でもそれだと1年間の食料が保管できないんですよね、裸小麦だと。でもこれだったら5年でも10年でも置いとけるっていう利便性があるかなって思いますね。すごいですね。でも普通の人は冷蔵保存してるんですか？普通どうしてるんですか？だから燻蒸処理。それで燻蒸処理して完全に虫とかを根絶やしにして、でも寄りつかないようにして、そういうところに保管する。普通は、完全に殺虫してしまって、それから何年か保管できますからね、そのサイロはいけるじゃないですか。まだ分かんない、それを憶測で話したら何言ってんだってなっちゃうから、でも燻蒸処理されてるっていうのは事実ですね。でもその燻蒸処理のおかげで安定供給ができてるから、燻蒸処理が悪いわけじゃなくて、それ燻蒸処理のおかげで安定供給できてる小麦で、オーガニックはそういうものができないんで、保管に手間暇かかったりコストかかってるちょっとプレミア価格がつく小麦で、どちらあなたは選びますかってことだと思うんで、お好きな方を選んで食べていただければいいかなと思うので、全部一人でやってるんですか？そうです受注からメールの返信から全部一人でやってるから、結構忙しいですよね。夜メール来る時もあるし、そこから受注して納品書作って発送して代金回収まで全部一人でやってますから、結構忙しいですね。栽培からパックして届けるところまで全部。そうです。大体全国で80件ぐらいですかね。もうほぼほぼが家族経営、もしくは法人にしていても1店舗だけとか、そういう小規模の法人さんっていう方が多いです。収穫した後の方が大変ですね。じゃあこういうただね、大変っていうか一手間あるんです。例えば農協とかに出荷すれば終わりじゃないですか。その年に7月に収穫して7月に出荷して、もうそれで終わり。あとはお金を入ってくるのを待つだけ。全量それであれですよ、お買い上げ全部売り上げですよね。なんだけどこっちは7月に収穫したらずっとあんな感じで保管しといて、こういう感じで保管しといてお金にはならず、それを1年2年かけて売って、そこでようやくお金に現金化されるということで、ちょっと効率はなかなかね、キャッシュフローは悪いんですけど、やっぱどうしても独自の小麦を作った以上は販売まで自分で責任持たなきゃならないということで、こういうことをしてますね。でもね、経験上ね、1年に10トンぐらい売るのが大体この1人で販売するのはもう上限かなと思ってるんですよね。なのでね、多分15トンぐらいもしかしたらあったのかもしれないけど、やっぱちょっと辛いなって感じるんですよね。全部個人で売ってるんですか？アグリとかアグリに売ってるのはまた別枠これ、これコンテナ一つに大体 1.8 トン入りますから、さっき見た北穂波が推定これぐらいの収穫量だっていうことで今コンテナもらってるんです。北穂波は全部アグリに北穂波は全部アグリに戻すんです。さっきの15トンっていうのは北穂波は入れない？北穂波入れないで。そうなんだ。具体的にはそのブレディポピュラシオン、スペルと、あと祈りの小麦、スピリチュアルウィットって言ってましたけど、祈りの小麦、農場独自の突然変異の小麦、あとライ麦、全部トータルで15トンから20トンぐらいあったのかなっていう感じがしてます。まだ売り残してるんでまだ分かんないですけどね。そうなってくるとやっぱ1年で売り切れないなっていうふうに思うんですよね。石臼を持っているパン屋さんがもっともっと増えて、受注が増えるってなってくると、それはまた困るっていうのは何でかっていうと、通年売るじゃないですか。そうなるとやっぱりね、5月から農繁期って言って畑のね仕事をしなきゃなんなくなった時に大量注文が入っちゃうと、半日仕事できません、本業がね、畑のね本業ができませんってなるんで、支障が出てくるんですよね。じゃあ従業員雇えばいいって話になるけど、じゃあその利幅で従業員雇うぐらいの利幅が出ないんですよ。なので落としどころとしてやっぱり10トンぐらいが、趣味の範囲でやって、多く作った部分はしっかり業者に出してっていうやり方が、今、それぐらいしかやり方ないかなと思ってるんですよね。で今こう持ってってで異物がないか目視するんですね。はい。
これはどこに送る？これは月とピエロさん30重ねの紙袋なんで、ここから外から虫が入っていくってことはないんです。日本の知恵ですね。うちでオリジナルで作った自然栽培ってシールを貼って送るということです。ということです。これは出荷作業です。日々の全部一人。一人一人。いや、信じられないですね。ここまでやって儲けが2倍になるんじゃなくて、交付金をもらえない部分を補填してるってだけです。だから北穂波を全部作った方がはるかに楽で儲かると皆さんに言ってますやりがいがあるから今はやってますけど、やりがいがなくなったらやめるでしょうと、義務になった時はやめますと言ってますね。ただそのやりがいを奮い立たせてくれてるのが、パン屋さんがこう畑に来てくれてるってことで、その間は多分やってるでしょうっていうことですね。やりがいでやって楽しい部分もあるから、いいかなと思ってますよ。出会えない人とかにも出会えるってことですね。そうですね。そんなに優しいもんじゃない。いや、その通りです。全くその通りです。だからよく言うけど、有機をやってオーガニックとか自然栽培をやってお金が儲かるなんて最初は思ってやんないんですよ。若い時だから貧しくなってもいいと思ってやってるんですよ。なんだけど結果的には豊かになったって表現してますね。それが人間関係の豊かさだったり、これもちゃんと体系づけてやれば金銭的にもちゃんと釣り合うようになるんで、結果的には豊かになってますというふうに言ってますよ。